こんにちは。毎日何気なく乗っている通勤電車がもしも壮大な冒険の舞台に変わっちゃうとしたらワクワクしませんか？今回はですね、まさにそんな夢を現実に変えた京葉線およそ60キロをなんと自分の足だけで踏破したっていう驚きの物語をご紹介します。さて、ここで皆さんにちょっと質問です。毎日見慣れたあの電車の窓からの風景、このごく普通の日常をどうやったら心躍るような冒険に変えられると思いますか？その答えは意外とシンプルかもしれません。でもとてつもなく大胆なんです。そう、その路線をですね、電車に乗るんじゃなくて自分の足で一歩一歩歩いてみる。これなんですよ。この冒険の最高の相棒になるのがこの液タグなんです。昔ながらのスタンプラリーってあるじゃないですか。あれがスマホ一つで楽しめる現代版の宝探しに進化したものって感じですね。それぞれの駅に隠されたユニークなデジタルスタンプを集めていく、このコレクション欲をくすぐられる感じがもうたまらないんですよ。さて、今回の具体的な冒険の舞台見ていきましょうか。主役は全線開業35周年を迎えた京葉線です。この記念すべき年を祝ってリリースされた限定の駅タグをコンプリートするために全線を歩き通すっていう、もう壮大すぎる計画が幕を開けるわけです。しかもこの記念スタンプラリー、ただスタンプを集めるだけじゃないから面白いんです。なんとこれまで駅タグがなかった駅にも新しいデザインのスタンプが登場してコレクター魂を燃え上がらせてくれるんですよ。さらに集めた数に応じて特別な記念スタンプがもらえるんです。まるでゲームのクエストを一つ一つクリアしていくみたいで、このワクワク感が本当にたまりますよね。さあ、いよいよ冒険の始まりです。スタート地点はもう日本の玄関口ともいえるあの象徴的な東京駅。ここから発見に満ちた最初の25キロの旅が今始まります。さあ、壮大なクエストの出発点、東京駅に立ちました。普段なら電車に乗り込むだけのこの場所が、今日ばかりは偉大な冒険の始まりの地に感じられますよね。一体ここからどんな景色が待ってるんでしょうか。東京駅ではですね、早速2つのスタンプをゲットです。地下のスクエアゼロでは可愛い公式キャラクターのドームくんが、そして丸の内南口では有名な銀の鈴とあの美しい駅舎が迎えてくれました。これは幸先の良いスタートですね。コレクションの旅始まりました。ここで経験者からのすごく実践的なアドバイスを一つ。八丁堀駅って地下にあるんで、地図アプリだけを頼りに歩いてるとあれって間に通り過ぎちゃうことがあるそうなんです。こういう生の情報って旅を何倍もスムーズにしてくれるから本当にありがたいですよね。そして着実に歩みを進めていくうちに、旅の最初のチェックポイントが近づいてきました。コレクションの数がついに3に到達します。そして八丁堀駅でスタンプをゲットしたまさにその瞬間です。画面にポンと現れたのは3駅達成の記念スタンプ。うわー、これまるでゲームでレベルアップしたみたいで思わず声が出ちゃいますよね。こういう小さなご褒美が、よし次も頑張ろうっていう原動力になるんですよ。このチャレンジの醍醐味の一つが、こういう初めましての駅との出会いなんですよね。この潮見駅も今回初めて駅タグが設置された場所なんです。まだ誰も手に入れてないかもしれないまっさらなスタンプを自分が初めてゲットする。この瞬間は格別ですよ。そしてちょっと見てくださいよ、この潮見駅のスタンプデザイン。潮っていう漢字が碇、船、そして月っていう海を連想させるモチーフですっごく巧みに表現されてるんです。ただの記念品じゃなくて、デザイナーさんの遊び心とセンスが光る一つのアート作品みたいですよね。さあ、旅はいよいよ後半戦へ。ですがここからが本番です。ゴールはまだ遥か先。さらに過酷な35キロの道のりが挑戦者を待ち受けています。ゴールの蘇我駅を目指して最後の力を振り絞る時ですね。この表が今回のチャレンジがいかに壮大かを物語ってますよね。東京駅から新浦安までが約25キロ、そして新浦安から終点の蘇我までが約35キロ、合計すると約60キロですよ。
これを自分の足でですからね。いやはやとんでもない距離です。でも長い道のりの中にはこんなご褒美みたいな景色も待ってるんです。普段車で一瞬で通り過ぎる高速道路のジャンクションも下から歩いて見上げるとまるで未来都市にある巨大な彫刻みたいに見える。こういう発見があるからウォーキングはやめられないんですよね。そして疲労もピークに達しようかという頃、二俣新町駅に到着です。ここで旅の終わりをぐっと引き寄せる次の大きな節目が訪れます。その数字はそう12です。ついに12駅達成です。もうほとんどのスタンプを集め終えたことになります。ここまで来るとゴールの蘇我駅が幻じゃなくてはっきりと現実の目標として見えてくる。あと少しだって足にまた力が戻ってくる、そんな瞬間ですよね。そしてついに本当に長かった旅の終わりがやってきました。60キロという距離を歩き抜いて最終目的にたどり着いたその瞬間の感動、これはもう経験した人にしかわからない言葉を超えた感情があったでしょうね。これが感動のフィナーレの瞬間です。最後の駅、蘇我駅でついにパネルを発見してスマホをかざす。するとサッカーボールがデザインされた最後のスタンプが表示されて、それと同時に全駅クリアの特別なスタンプが画面に現れる。この瞬間の体の底から湧き上がるような達成感こそがこの冒険の最大の報酬なんですね。さて、この壮大な旅から僕らが学べることって何でしょう。そしてどうすればあなた自身の冒険を始められるのか、そのヒントをお伝えしたいと思います。ここまで見て、いやいや60キロなんて絶対無理って思った方もいるかもしれません。でも一番大事なポイントはここなんです。駅タグの旅は決して無茶をする必要はないんです。疲れたな、天気が悪くなってきたなと思ったら目の前の駅から電車に乗って帰ればいい。自分のペースでいつでも中断してまた再開できる。これこそがこの冒険の最大の魅力なんですよね。もし皆さんが自分の冒険を始めるなら、ルートは計画しつつも気になるお店があったら寄り道するくらいの柔軟さも忘れずに、そして何より無理は絶対に禁物です。今回の挑戦者も夏の暑さを考えて旅をちゃんと2日間に分けていますからね。大切なのは自分の体と相談しながらこのスタンプを集める旅そのものを心から楽しむことなんです。さあいかがでしたか。この話を聞いてちょっとだけ自分の足で近所の路線を歩いてみたくなったんじゃないでしょうか。きっとあなたの家の近くの路線にもまだ誰も知らない発見と冒険が隠されているはずです。あなたならどこからその第一歩を踏み出しますか？